小さなお姫様。ある小さな国にかわいいお姫様がいました。お姫様は10歳になったばかりですが、とても賢く本を読むことが大好きでした。お姫様には2人のお姉様がいらっしゃいましたが、2人のお姉様は本を読んでばかりの妹姫をバカにしていました。本を読むよりも美しく自分を飾ることの方が大事だというのです。王様とお妃様はそんな姉妹の考え方についてただ笑っているだけでした。妹姫もお姉様たちくらいになれば自分を美しく飾りたいと思うようになると思っていたのです。お姫様たちの暮らしている国はとても貧しく、国民の誰もが一生懸命に働いていました。けれどその生活は決して楽ではありませんでした。それでも誰もが幸せだと思っていました。それは王様が誰よりも国民のことを考えてくれるからに他ありませんでした。町に出向いては国民に不満がないか、どんなことで困っているのかなどを聞き、常に国民に寄り添って国を作っていたからです。そんな王様のやり方を妹姫様は小さいながらに見ていました。そしてお父様が王様でいる限り、この国の国民はみんな幸せだと思っていました。けれど姉姫様たちは違っていました。もっと国民から税金を取れば自分たちはもっと贅沢ができると思っていたのです。それができないことがとても不満でした。だからこそ姉姫様たちは着飾り、もっと裕福な国の王子様と結婚することを望んでいたのです。そんなある日、隣国から手紙が来ました。その手紙を読んだ王様は驚きました。なんと隣国のお妃様がお亡くなりになったというのです。王様は大事なお妃様を失った王様のお心を思うと大変悲しく思いましたが、それ以上に驚いたのはお妃様を失ったので次の妃を探しているというのです。そしてその候補として姫様たちの誰かを隣国にこし入れさせてくれというものでした。またこれに断ることがあれば戦争を仕掛けると言います。戦争など仕掛けられたらひとたまりもありません。隣国といえばかなり大きな国で兵隊もたくさんいます。ところがこちらの国は小さく貧乏であるがために兵隊など城を守る程度しかいないのです。戦争などしたらあっという間に負けるでしょう。そして多くの国民を失うことになります。王様はとても悩んでしまいました。姫様の誰かをお嫁に出さなければ大変なことになることはわかりますが、では誰を生かせればいいのか。王様はしばらく考えていましたが、どの姫とも決めることができません。ただ2人の姉姫様たちは以前から大きな国のお妃になりたいと言っていたのです。それを思い出し、姉姫様に話すことにしました。
最初は大喜びいたしました。隣国といえばこの辺りでも一番大きな国ではありませんか。ぜひ私がお嫁に参ります。いいえ、私こそお嫁に行くにふさわしいですわ。とはいえ、姫様たちと似たような年齢の王様ならば何の問題もないのですが。しかしお前たち、隣国の王様はお前たちよりも50も年が上なのだよ。それでもいいのかね。それは自分の父上である王様よりもはるかに年が上ということです。さすがにそれを聞いて姉姫様たちは言葉が出なくなってしまいました。しかし50も上とはいえ隣国の妃になればお前たちがしたかった贅沢はできるだろう。さあどうするね。これはいくらなんでも。姉姫様にお譲りしますわ。いくら大国とは言っても私には荷が重すぎます。あら、贅沢し放題なんだもの。あなたが行けば夢が叶うじゃない。二人の姉姫様はどうしてもおこし入れしたくないようで、なすりつけ合いが始まってしまいました。何日も話しましたが、結局どちらの姉姫様も嫌だと言います。このままでは戦争が始まってしまうのですが、王様はさすがに無理にとは言えませんでした。王様の苦しみ悩んでいる姿を見て、妹姫様が言いました。お父様、私がおこし入れいたします。なんだって？あなたはまだ10歳なのよ。お姫様も王様もびっくりしてしまいました。はい、でも姉姫様たちがお嫌ならば私しかいないじゃないですか。誰かがおこし入れしなければ戦争になるのでしょう。そんなことになったら国民の皆さんが大変苦しむことになるのでしょう。その通りだが。お父様、誰かが行けばいいだけなんですから、妹姫でもいいじゃないですか。そうですわ。本人が行きたがっているのですから。お前たち、この子はまだ10歳なのだよ。それなのに腰入れなど。戦争を仕掛けられるよりはずっといいじゃないですか。はい、お父様。お国のためならば私は構いません。妹姫様の気持ちは変わらないようで、どんなに王様やお妃様がそれは本心なのかと聞いても本心だというだけでした。こうして10歳になったばかりの妹姫様は国のために隣国の王様におこし入れすることになりました。王様は最大限のおこし入れの準備をして妹姫様をお出しになったのでした。数名の侍女を連れて隣国におこし入れをした姫様でしたが、隣国の王様はさすがにあまりの小さな姫様を見て言葉が出ませんでした。姫よ、なぜこし入れを受け入れた？戦争になるのは嫌でございます。なるほど。しかし、妃にするには少々小さすぎると思うが。ならば、
私が王様に会うくらいに成長するまでお待ちください。あと数年もお待ちくだされば、私も姉姫様と同じくらいになります。ただ、その間、お願いがあります。ほう、何か欲しいものがあるならば、何なりと申すがよい。どんな宝石でも手に入れてあげよう。いえ、宝石ではありません。私のお願いは、たくさんの本を読ませていただきたいということです。本を読み、知識を得ることで、いつか王様のお役に立てる日も来るでしょう。王様は驚きました。王様にもお子様がいらっしゃいますが、自分から勉強がしたい、本が読みたいというお子様はいらっしゃらないのです。それどころか、王様のお役に立てるためになどと言ってくれるお子様はいませんでした。王様は大変喜び、その日からたくさんの本を姫様が読めるようにしてくれました。わがままで自分勝手な王様だと噂に聞いていたのですが、姫様の願いを叶えてくれたことで、姫様は王様を嫌いにならずに済みました。それから5年、時折姫様のお部屋を訪れる王様とたくさんの話をしたり、一緒に食事をしたりする以外は本を読んでばかりでした。そのためたくさんのことを知ることができ、王様とも対等に話を交わすことができるようになっていました。そろそろ妃となるために盛大に結婚式を執り行おうという頃、なんと王様は病気になってしまったのでした。姫様は大層悲しまれました。王様の看病をさせてほしいと申し出ましたが、未来のお妃様にそのようなことはさせられないと周りから言われ、何もできないことがさらに姫様を苦しめました。どんどん弱っていく王様は自分の命が短いことを知ると姫様を呼ばれました。姫よ、お前と結婚できる日を楽しみにしてきたが、私の夢は果たすことができそうもない。しかし、お前は大層頭の良い女だ。これで終わりにするのはもったいない。どうだろう。次の王となる我が息子の日になってはくれまいか。姫様は小さくうなずきました。それから間もなく王様は息を引き取り、王様の息子である王子様が王様となりました。新たに王様となられた王子様は大変若く穏やかな美しい顔立ちの青年でした。姫様を優しくいたわり、妃となる心づもりができるまで婚礼は待ってくれると言ってくれたのです。姫様は王様が亡くなって悲しみに暮れていましたので、その申し出をありがたく受けることにしました。心が落ち着くまで姫様のもとへおいでになり、笑わせてくれたり、本の話をしたりと楽しい時間を過ごすことができ、1年と経たずに姫様は新しい王様の妃になることを決心することができました。婚礼の儀式は盛大に執り行われました。妃よ、私はあなたが幸せになるためにならどんなことでもしましょう。そう言ってくれた
新しい王様の言葉に嘘はなく、婚礼の儀式が終わるとすぐにお父様とお母様のいらっしゃる国へと行き、今後一切の争いをかけないことや、お金に困った時はいくらでも援助すること、また共に国の繁栄のために助け合うことを約束したのでした。お父様もお母様も大層お喜びになりました。しかし全く喜ばない人もいました。それは姉姫様のお二人。このお二人は幼い姫様を大国に追いやったことで、近隣の国の王子様方から相手にされず、どこにもおこし入れできずにいたのです。誰のもとへもお嫁に行けない二人はいつか贅沢をするのだという夢も破れ、今も貧乏な国のお姫様として暮らしているのです。だから大きな宝石を身につけ、絹のドレスを着た妹姫を見たときに、自分たちが隣国にこし入れすればよかったと、とても悔しがったということです。おしまい。